もう入学11がカナダ行くやんか、だからこの機会にもう全部言おうと思って、さっきそのお母さんに言ったけど、担当直入に言うと、僕の恋愛対象は男性。まあそうやろなと思っとったわ。まあそうじゃないかって言ってたもんな。いやだからもうそういうのはな、ちょっとやっぱ親としてな感づくね。親っていうのは子供お前ら3人おってな、やっぱり見てるやん一人一人。ほなやっぱり大体分かんねん親って。お前も親になったら分かると思うけどな。親になったら大体子供で分かるんやけど、そういうのがあるんじゃないんかなっていうのはやっぱ思ってたよ。そういうことか。男性しか好きにならへんし、でも結婚できないわけじゃないし、子供も授かれないわけではない。だから男性と結婚したらな。違うよ。男性と結婚するんね。男性と結婚してもそんな子供ができることないじゃん。別にその男性同士では無理やけど、そのもらう方法はいろいろあるやん。養子出産とか、代理出産とかもあるし。まあそれは欲しいと思ってんで。それはまたそのいろいろ障害が出てきて、それは簡単にそんなことはできへんけど。それは分かってるよ。後々は自分が子供が欲しいと思ってたらそうしていかないと欲しいと思ってんやで。それはな、自分の生き方やからさ仕方ないことなんやけどな、そういう人生というのはものすごいあれで狭いよ。狭いって僕も生きていくのは。もうでも僕気づいたのっていうか、こうなったのはもう言うたら保育所の頃とかそんな頃やね。27年間もうこういう状態っていうか、自分はそのゲイとして生きてきてるわけよ。だから結構見てるっていうか、27年間この世界見てるやんか。だから一般の人だからしたらまだ知ってるやんか。だから難しいってことは分かってるけど、自信感じてるけど、でも将来的にはそう家庭を持ちたいし、まあそれは別に何もさやからっちゅうて死ぬわけでなしやな。それはそういう生き方やからな。それは仕方ないんちゃう。それは別にお前がさやからっちゅうて俺はなんやお前そんなんって言うて手放せへんし、それはそれでまた応援はもちろんするで。まあそうじゃないかなとはな、つくづく思ってたそれは。だからもう大体見てたら分かんねん。俺らお前やっぱりな、おっさんあれやと思うか知らんけど、やっぱりな俺らは子供のことちゃんと見てんねん。やっぱり感づいとったよ。そうやとは思えへんかったけど、そういう気もあるんじゃないかなって冗談では言うとったもんな。それはまあそういうしゃあないやん。私もそう言うたら多分その人生もうそれはな仕方ない。人間ってなそうやん、普通にな結婚してする人もおればな、そんな人お前らみたいな同性愛しか愛されへんという人もおれば、病気でなずっと入院してる人もおるしな、いろんな人生があるんよ。その中で自分はどうして生きていくかで自分で選べばいいことやから、何言ってんねんお前アホかっていうことも親としてはできへんから、それはそれで自分が選んだ道やったら俺が応援するよ。それからカナダ行くのもな、自分で決めた道やからやっぱりしんどいけどな、それは親としてはカナダまで行って応援要せんけどな、一生懸命やったらええやん。何も別に俺は見放してるんじゃないんやで。逆に俺何も言えへんっていうのは信用してるから、お前はもうほっとっても何でもできるし悪いこともせえへんっていうな、信用しきってるから俺はお前に言えへんだけで、信用してない子やったらな、もっと言うよ。お前はほっとっても自分で何でもここするからって思って俺は言えへんだけでな。ちっちゃい時からそうやった。やっぱり長男として生まれてきて、やっぱりお前が一番やっぱり最初に生まれてきてな、愛情も注いできてる子やから、俺はお前信用してるから、別にそんなんな、何かあった時はやっぱ親がここでおるんやからな、それで思ってなしたらいいよ。だからもっと早くてよかったよ。ほんなら楽になんねん。それは分かるよ。やっぱり偏見な目で見るからな、世間は。別にええやん、偏見な目で見たかでな、なんやねんって言われたらお前なんやねんって言うたったらええやんし、別にそれはそんなんほどでええねん。世間は世間やからな。その代わりやっぱりこう今言うてるように結婚するとか子供をもうけるとかな、いうのは道は狭いで、それはやっぱ覚悟していかんと。で自分もやっぱり子供欲しいで、例えば養子にもらうって言うけどな、やっぱりな俺ら親なんて親が分かるけど、自分で実際にな自分の種でこう生まれた子供とな、やっぱり他人さんからもらうな、親血がつながってない子供っていうのはな、やっぱ育てて一生のことで育てていくのもな、やっぱ感情もやっぱり違う。その辺もやっぱりよう考えてな、物事簡単に決めらんとな、せんとなあかんよ。だからもう自分が思うように思い切りやったらええよ。それから俺は応援するよ。ほんでいつまでもここの家はちゃんとここであるから、何かあった時は帰ってきたらええんや。もうあかんと思ったらな、
別にもうあかんって言うてカナダでどうやら並んでもやなここ借りてええやん、ずっとここあるんやから家があるんやからそんなん心配せんとな思い切ってやれ。まあ今もしんどかったやろそら、今は正直俺も聞いてびっくりしてるけどもお母さんもびっくりしてるけども親ってやっぱり俺らで子供って自分の子供3人おって何かあった時やっぱ親が責任取るっていう俺はそういう覚悟があるからだから何をしたかで真っ先に置いていこい、俺とお母さんに、ほんだら自分で考えて解決することもあれば解決できんことを親に相談してとか他人さんに第三者に相談して解決することが何でもあるからな。だから自分でこういうこと悩んでらんとな何でも言うてこい。100% で俺らが力になるんやから知らんとは言えへんからな。まあだからお前が一番しんどい思いしてるはずや今までな。まあそれはしゃあないよ。まあだからもう自分で決めたことやからカナダ行ったからでもう頑張れ。俺個人的にはカナダ行くって時になんかちょっとおかしいなと思うんだよ。お前の行動を見てるとまあお前のことやからそんな別に学事したりとか借金したりとかそういうことはまずないけどもなんか心の中でちょっとおかしいなっていうのは俺はもうずっと気づいてたよ。俺はもう大体子供から見たらこっちちょっとおかしいなっていうのはよう聞いたとかでもそうやろ言うてたやろいつも。だからなんかちょっと引っかかるなって俺はずっと思ってたよそれはな。まあ兄弟の中でもちょっとなんか違うこと考えてんかなっていうのはやっぱあったからそんな幼稚園の時からそれは全然気づけへんかったな。高校生の時とかよう彼女とかおったやんかぐらいの時まで全然そんなあれやったけどな全然そこまでその辺はなかったけどないつぐらいかなやっぱり成人してからぐらいからちょっとおかしいなっていうのあったなやっぱり。あの時はほんまになんか変えなあかんと思ってたから自分の考え方を、だからもう女の子と付き合いまくってたけどでもやっぱりちゃうなでもやっぱりなんかほんまの恋愛感情は抱かへんしいやそれはそうやわ、俺が言うたら男に恋愛感情開く言うてるもんやからなそれと一緒やからまあそれはしゃあないやん自分の人生やからそれは自分の人生そういう自分の頭の中がそういう風になってしもてるんやからもうそれはもう自分で努力しても治らんかったみんな言うてるやんテレビでもそうやんかずっとそうやって変えようと思ったけど変えられへんっちゅうてそれはもうしゃあないんちゃうこれだけどお前の今の顔はそういう顔やでゲイみたいな顔やでそういう顔してるよやっぱり別に悪いとか悪くないとかそういうのじゃなくてそういう人のそっち系の顔してやっぱりしてるような気がするよいろいろあるけどそっち系の顔いやそうやな子供ずっと見てるからやっぱ俺らもやっぱ思うけどやっぱりああって思うやっぱりそうやんなやっぱりそうなんていうのが先やんな、とりあえずカナダ行ってなそれからどうなるか分からへんやん極端な数回とかが分からへんしやな、だからな何があっても自分の家はここで自分の居場所はここが最後あるんやからっていうのをなちゃんと頭入れて俺らもいつまでもここで元気なうちはやなここでちゃんと家でおるんやからもうそれで自分で思い切ってカナダ行ってやったらええ分からんかったら最後もドライもこれもできへんなったら帰ってきたらええんやから、ありがとう俺らにはちょっと分からん感覚やけどなそんな人っていっぱいおるやんだからその女同士とかななんか感覚って言っても別に一緒やでだから男が女の人を好きというその恋愛感情が男の人だけのことやろだからそれは、応援はするよそやからちょっと別にってなんなんって言えへんよ、親やからなそれは、いろんなあれがあるんやから、頑張れしゃあないや、